はい、皆さんこんにちは。ジャズドラマーの田中福士です。from ニューヨーク。今日はですね、久々にいい天気で気温も上がってね、外はね出てもいい感じなので、これからですね、ニューヨークのジャズクラブをね、皆さんにご紹介したいなと思います。今現在もね、まだオープンしてる店もあれば、もうなくなっちゃった店もあるんですけど、何軒かね、このウエストビレッジですか、ウエストビレッジあたりをね、ちょっと順番にこうね、皆さんにご紹介したいなと思います。今僕が立ってるのはですね、ちょうどセブンスアビニューね、セブンスアビニュー、これはダウンタウンに走ってるんですけど、ちょうどそれとイレブンストリート、そのちょうどコーナーでねお話してますけど、はい、まず最初はですね、ビレッジヴァンガードから、皆さんにご紹介したいと思います。それではごゆっくりで楽しんでください。はい。はい、皆さん、ここはですね、ビレッジヴァンガードですね。はい、世界のビレッジヴァンガード。もうね、ジャズクラブといえばニューヨークのビレッジヴァンガードというぐらいのね、本当に、素晴らしいお店です。超一流のミュージシャンがね、もう毎晩のように演奏して、週に6日間、火曜日から日曜日までやるわけですよね。ずーっと、初日を見てですね、例えば最後の最終日の日曜日を見るとね、もうバンドがねガラーッとね良くなったり、ちょっとシェイキな、まあそんなことはねなったりするわけなんですけど、で大体まあどうですかね、木曜日金曜日ぐらいになったらちょっとみんな疲れてきてねなんですけど、でもお客さんもねバーッと盛り上がるから、まあもうミュージシャンっていうのはやっぱりね、お客さんのバイブでね、お客さんの乗っかってくれればわーっていけるから、まあそんなわけでね、火曜日から日曜日ね、もう毎日聴きに行けるからね、本当素晴らしいお店です。もう超一流のミュージシャンがね出てまして、まあ僕は運よくですね、ルード・ランソンのバンドでも何回も出ました。80年代のですね、あれ最初出たのは7年ぐらいですかね、ずっとね、最初はそのハーマン・フォスターね、ハーマン・フォスター、あとジェフ・フラーとかね、ベースのね、ジェミール・ネッサーとか、最後の方はねジョン・ウェーバーなんかもねベースでやったりね、いろんなベースがこう変わって、まあ僕は一応レギュラーでしたからね、もうずっと何回も演奏しました。もうここは本当にね、もう名前出せばキリがないんですけど、超一流のバンドね、ミュージシャン、ザ・グレート・ジャズ・トリオですね、ハンク・ジョーンズとね、トニー・ウィリアムスとロン・カーター、そんなバンドも出てます。トニー・ウィリアムスのクインテットですね、ウォーレス・ノイとか、モグル・ミラとかね、その辺のねいいミュージシャンがどんどん出てる、まさしく世界のビレッジヴァンガードです。はい、で一つね、すごくこう印象的に残ってるのは、このヴァンガードのステージね、ものすごくクリアなんですね、演奏してる時にものすごくよくで、もう全然そのなんていうんですか、フィードバックとかそんなもないしね、もうギリギリのところで音も拾ってますしね、ちょうどなんかやっぱ器とかね、なんか壁とかカーペットとか後ろのカーテンとか、それがねサウンドを良くする、なんかそのバランスが非常にですごいクリアなんでね、うまくいってるとうわーって、でもちょっとでもずれるとね、それもあらも分かっちゃう。だから嘘のつけないんでね本当にね、シビアなねステージだったんですけど、その代わり演奏した時にはうわーっとねいいサウンドが出てね、素晴らしい、ステージでした。もうね、僕は始めた頃はもうマックス・ゴードンさんはね、オーナーのマックス・ゴードンさんは亡くなってたんですけど、それの奥さんロレン・ゴードンさんがずっとねブッキングしてね、もう何回も演奏しました。本当にね良き時代でした、あの頃ね。今はね残念ながらコロナでね閉まってますけど、週に木金土ですか、木金土くらいは時々ライブストリームをやってるみたいなんですけどね、まあニューヨークもだんだんね活気が戻ってきましてね、レストランも今 75% ですか、7月から多分フルオープンね、ビレッジヴァンガードもね、そんなわけでねオープンしてほしいんですけど、一日も早くこういったね素晴らしいジャズクラブで素晴らしいミュージシャンがねライブをねしてくださることを、祈っております。はい、そんなわけでビレッジヴァンガードでした。はい。
で次はですね、有名なスモールズですね。はい、スモールズはね、店がね、最初に始まった頃はね、本当にね、小さいっていう感じでスモールズでね、でそんな綺麗じゃなかったんですけど、数年前にねリノベートされて綺麗になってですね、いい感じのお店になりました。世界にね配信してですね、ライブがもう世界で見られるっていうのはね、本当にハイテクでライブがいつでも見られるっていうのにね、オーナーのスパイクさんがね、そういうようなシステムをゲットしてねやっておられます。でロックダウンになるまではですね、もう本当にね、毎晩のようにジャムセッション、早い時間バンド、レイトバンドで、その後ジャムセッションね、朝の本当にね3時4時ぐらいまでずっとやっててね、ニューヨークの夜のジャズシーン、それが本当にね、ここに来ればみんなミュージシャンが集まってね、どんなミュージシャンが今タウンにいるか分かる、みんなここに集まってきてね、若いミュージシャンもあれば僕らのねくらいの年のね人も集まってですね、いい感じのお店だったんですけど、ロックダウンになっちゃって、コロナになっちゃってね、ずっと長いこと閉まってて、で数ヶ月前ですかぐらいからライブストリーミングでねやるようになって、僕も何回も演奏しましたけど、でやっとここに来てですね、お客さんも入れるようになって、15人ぐらいにね、あんまりねたくさん入れられないんですけど、そんな感じで一応毎晩、ライブも入ってます。はい、でそのライブの後にまたねもう一個バンドが入ってね、でジャムセッションやってるのがそれはちょっと定かじゃないんですけど、そんなわけでね、この大変な時期なんですけど、このスモールズは本当にね、頑張ってね、ニューヨークのそのジャズシーンからライブがね途絶えないように、ね、頑張ってるお店です。はい、そんなわけでね、一日も早くですね、いい感じでね、インドアのお店もオープンできるようになってね、まずはやっぱりね、ブロードウェイショーとかそういうところがね、オープンしないことにはやっぱりジャズクラブもオープンできないんじゃないかなと思いますけど、そんなわけで、かなり有名なスモールズでした。はい、ここからね、地下に入っていくんですけど、はい、スモールズでした。次はですね、この名前がですねちょっと面白いんですけど、メズロっていうね、MEZZROW メズロっていうお店でね、向こう側にねある、スモールズ、先ほどねお話ししましたスモールズの姉妹店です。はい、ここはね基本的にはピアノがね、グランドピアノが置いてありましてですね、基本的にはベースとデュオで、最近はね、そこにドラムも入れたりとかね、管楽器も入ったりしたりしてますけど、基本的にはデュオが多いですね。もう超一流の方で、うまいことですね、オーナーのねスパイクさんが、スモールズのオーナーのねスパイクさんがね、向こうで例えばコロナの前はですね、入る時に20ドルですね、で20ドル払えばこっちも、向こうショーが終わってこっち来てもその20ドルで入れた。そんな感じでね、お客さんはもう20ドルでこっちも聞けてあっちも聞けて、すごいいい感じで、本当に、人気があってですね、いつもお客さん入ってます。本当にね入ってました。はい、でこのコロナになっちゃってですね、ここも最近はやっとライブストリームを始めたりとかねしてます。はい、そんなわけでね、少しずつね、戻りつつあります。はい、前と同じようにね、演奏して聴きに来てるお客さん、後ろの方ではねバーのミュージシャンがいっぱい集まってね、変顔としてね、ジョイントのねお店にねなるのを願っております。はい、今回はそのメズロっていうねお店を紹介しました。こっちから入っていくんですけどね。はい、そんなわけです。はい、じゃあまた。ここがですね、有名な55バー。はい、昔はですね、ここはマイク・スタン、ギターのね、マイルス・デイビスなんかにいたね、その人がもうよくね演奏してまして、どっちかというとね、ハードバッパーがビバッププレイヤーが演奏するとこじゃないですね。どっちかというとフュージョン系とかね、ブルース系とか、どっちかというとキーンとこんな感じのねバンドがよく出てるんですけど、
僕もねアヤーナっていうねボーカルにいまして、そのバンドでね月1ね出てました。はい、ずっと2年か3年ぐらいやりましたね。オンエンドオフでね出ました。はい、いい雰囲気のね、もう本当に食べ物なんか何もないですけど、もうバーだけ、本当に55ね、55バーってね、バーだけですけど、飲み物だけですけど、いい感じのね、なんとなくこう80年代のね匂いがするようなお店です。はい、今はねなんとなくこう閉まってますね。まあリオープンしていただきたいなと思いますけど、そんなわけでね、55バーをご紹介しました。はい。